Hello，大家，今天要来看《相遇奏语》中第2集。在开始看之前，先来补充一件事。我发现，原来秋元一贤的一贤和和章的发音是一样的，所以呢，到后面的剧情就是半井整他在玩替身文学啊。好哦。回归正题，接下来让我们看看这2位笔友还会进行什么样有趣的 email 聊天，以及他们到底什么时候才能明白，原来彼此就在自己身边。哇，这段看了我都不敢呼吸啊！什么意思？もう言わないから。这又是半井整的梦吧？ねえ、待って。你这已经是心病了，要不要赶快想办法把问题说开？ここではそれがいつも曖昧で。你们2个的关系也是暧昧的。瑞，男人也分为能上床的跟不能上床的。じゃあ男もやらせてもらえる男とやらせてもらえない男でしょうか。这个家彩色多了，但这个家也不能上床。まあそうじゃないですか。動物系のドキュメンタリーを見ると繁殖のエピソードって大抵圧倒的にメスが選ぶ権利ありますよ。オスは体の色とかアピールして気を引いて他のオスと命がけで争ってやっとさせてもらう。啊，对一贤来说，他在努力争取交配权。人間の場合繁殖だけが目的じゃないですし、もうちょっと複雑だと思いますよ。僕の個人的な意見なんで。刚好看到了一个不以繁殖为目的的一对男女。彼女がいて幸せそうな人の考えとしては少し意外でした。日常生活都会见面，但就是不知道彼此是笔友。你在边发了？ちなみにあなたならどう答えますか？男を2つに分けるとしたら。整他才刚下楼梯转过来而已，就收到 email， 而且还刚跟一贤道别完而已，等于一贤也是在楼梯上边走边发 email 的。スウェーデンを食べる男と食べない男。不想过问他的隐私哦。秋元一贤业务怎么了吗？又错了吗？我没看出哪里错了。なんかよ。不想面对他。あ、名刺の名前が間違ってんすけど。萩が荻になってる。申し訳ない。哦，秋元变そんな低謝らなくて。我也常常看错这2个字5分時間もらっていい？哦，はい。5分钟可以做完呢。この人セックスしなさそう。そもそも性欲なさそう。这个嘛，你又不了解人家是吧？こんなことばっか考えてる俺、ほんとやばいな。没关系，你尽情的想吧，他以后是你的。とりあえずこれでしのいでもらえると助かる。哦，どうしたんすかこれ。一応緊急用の名刺プリンターがあるんだ。そもそも間違いやすい名字ですいませんって感じで。他的 ID 卡。同期会何か手伝うことある？哦，一人だと大変そうだなって。还挺贴心的。いざって時は頼りにしてる。哎呦，这场对话结束，稍微对彼此改观了，对彼此印象好一点了。あのさ、俺結婚すんだわ。マジで？岡崎は？香織ちゃんとそろそろじゃないの？哦，年纪到了哈，都被开始问这种结婚话题了。マジ？
いや大丈夫。私たちは私たちでちゃんと考えてるから。哦，香知知道他们的问题この是什么。状況で妊娠したらすげえわ。哎呦，不要说啦，你们两个自己的事不要讲出来啦，女生很难堪。だって俺たちセックスしてないじゃん。全然。旁边同事有没有听到？和明？和明？哦，啊，吓死我了！只是你在想，この間ちょっと同期と話したんだけど、そいつに一度別件で注意したことがあって、そしたら若干ビビってる感じがあってさ。原来你也知道哦，你那么凶。机に隠してたのが見つかった小学生みたいなうろたえ方だったんだよ。你的比喻永远都是这么的微妙。まあでも人によっては近寄りがたい印象なのかもしれないな。性は口数も多くないし。改善した方がいい。全然。俺は今のままの性が好きだよ。什么啊，合章？你就想搞暧昧是不是？急に思いついた。書いてきなよ。ごめん。あ、俺やるよ。ありがとう。僕にはちょっと信じられませんね。線がまずすぎるのと食が細いんでしょうか。两个人都意有所指。ひょっとしてマジで食べ物の話ですか？違います。ちなみに俺はスウェゼンを食べさせてもらえない男です。哎呦，彼女と同棲して2年経ちました。セックスしてないってことです。终于挑明了。我才想说，你们两个就在寄 email 也不会有其他人看到，为什么不干脆直接把话说明白？僕はしたいけど彼女は嫌がります。到头来两个人发现彼此的处境是这样的，是一样的。持つべきものは同期です。哦，这才是同期聚会啦，这么正式的场合哦。他们是大公司哦，同期招蛮多员工的。本気じゃないって。分かんないよで原も。来如此。飲み物取ってくる。飲み物取ってくる。等一下，秋元，你为什么这么在意他呀？这么在意展？何飲んでんですか？ジンライム。へえ、意外。酒飲むイメージなかった。中井さんはナチュラルミネラルウォーターしか飲まなそう。なんだよそれ。意思就是没有潔癖って欲望。いうか清潔感あるじゃないですか。なんで俺に微妙に敬語なの？何々すよとか何々すねとかっていうなんか微妙なみなし敬語っていうか。みなし敬語。うまい言い方っすね。他是希望你去掉这些微妙的敬语啦，不是让你觉得发明一个专有名词觉得还不错。中井さんってまつげ長いですよね。哈？持ち上げたら綺麗にくるんってなりそう。等一下，我还是看不懂秋元他是到底是为什么对他这么好奇，一直要跟他搭话。うちの彼女も顔作るとき目にゴリゴリなんか塗ってもうハラハラするんですよ。ちなみにうちの彼女は化粧することを顔作るって言います。顔作るって言い方流行ってんの？え、そうなんですか？いや、わかんない。这边应该还不会发现啦。指綺麗に手入れされてるなって思って。うちの彼女ネイリストなんですよ。それで俺のもやってくれてて。有这个我也有注意到，他的指甲真的保养的不错。いい彼女だね。そうなんですかね。彼女と仲いいんだな。はい。OK，这场对话就这样结束，没有聊太深。気をつけろよ。哎呦，来了来了！哎这就是片头曲那个画面吧？相遇骤雨中，撑伞，回眸，湿漉漉的脸庞，心动，背景音乐起，我是不是戏太多了？自己也有珍しくて。雨の音が好きならそれだけ流してるサイトとかありますよ。LINE で送りましょうか。俺 LINE やってないから。啊，不就刚好秋元刚好寄 email 给他。じゃあメールで送ります。アドレスって
俺まだ荷物が中でちょっと取ってきます。そこまでしてくれなくていい。そうっすか。所以这次没有交换 email 成功，没有暴露彼此身份。営業のやつの爪がピカピカで彼女がネイリストらしくて。有何の話なんだか。在意哦。要は和明の嫌いなもの、飲み会、ビニール傘、無地じゃない服、啊？きなりか白以外のタオル、それから哇，所以等于你很努力在变成他喜欢的模样哎。所以这是他小时候的一个记忆。哇，天哪，原来如此。俺はこのまま生と暮らしたい。哦，生とずっと一緒にいたい。原来就是这样哦。生の望むような関係にはなれないけど、他の誰かと付き合ったり結婚したいとも思わない。哈？その言葉通り和明はずっと一緒にいてくれる。でも哇，泡到红了，天哪，好压抑哦。可是何章又是那个在他落魄的时候收留他的，他是不是发烧了？然后又想到心情不好的事情，所以整个人倒下。飲みすぎた。哦，多分和明とはずっと続く、優しく拒まれ続けるずっとで。はい、水。俺のせいだ。飲んでたのに風呂入れとか言ったから。我何章就是这么温柔セックスしてくれ。哦。果然还是要喝醉酒才说得出口。それが無理なら和明が一人でするところ見せてほしい。哦，生の口からそういうのは聞きたくない。じゃあ俺が一人でするから見てて。ちゃんと服を着て。和明。真的好难受哦，气死了。何章就这样拖着他，跟他搞暧昧。好啦，我们现在知道了整他上一集洗手的时候突然听到的声音引发的恐惧到底是怎么回事了。原来那是让他联想到父母过世的恐惧。原来何章就是在那之后一直算是养着他，在他低潮的时候接住他的那一个人。难怪他一直顺着何章的意，想要成为他喜欢的样子。何章呢，也这样子若有似无的一直在给他希望哦，真的受不了。说真的，我觉得看何章的那个样子，我觉得他是喜欢真的，但真的就是可能想要一种柏拉图式恋爱，或者就真的只是单纯想搞暧昧的臭渣男，这个真的无解耶。我还是坚持我上一集说的，两个人意愿不对等是没有办法强迫对方的。可是呀，我觉得这一集他借着酒意把这件事情说开，我个人认为不是一件坏事。就像我一直以来提倡的一样，情侣间要沟通，把这件事情摊开来讲。虽然说他们可能某种程度上也不算情侣哦，他们的关系真的好复杂，我不管，反正有讲总有机会解决问题。然而，如果是像何章那样子，听到了性爱的话题就露出一副恶心的神情，哦天哪，我觉得你还是离开他吧。如果你真的有那么强烈的那方面的需求的话。看到第二集，我可以确定这个原文的标题 "When it rains, it pours" 是什么意思了。这句话原本的意思是在说，平时都不下雨，一旦下就是倾盆大雨。中文常讲的就是不鸣则已，一鸣惊人，虽然可能不太精准，但大概就是类似这个意思。那我是不是可以想象，这两个人不做则已，一做惊人？我好变态哦，讲出这种话。但是大家理解我的意思吧？这两个人在原本的关系里都已经要憋坏了。假如他们真的投入到彼此的怀抱，哇，我不敢想象那个干柴烈火会有多激烈。怎么办？我现在蠢蠢欲动，好期待的，摩拳擦掌。好啦，这集就这样子吧，再说下去我也要失控了。那我们就期待后续的干柴烈火，下期见，拜拜。